私は田屋漆器店の田谷隆弘と申します。田谷漆器店は石川県の輪島市で、1818年から輪島塗を作り続けてきている会社です。ちょうど今年で205年目になります。で、私の祖父、父、今3世代みんな一緒に働いてまして、僕が10代目になります。ワンチャーさんとの出会いは、おそらく2月ぐらいだったと思うんですけど、4年か5年ぐらい前の2月に、ちょうどうちの会社に電話がかかってきまして、その時に、夢の万年筆を作りたいということで、電話があって、で僕がちょうど出張中だったんですけれども、父親が多分電話に出て、すぐ折り返しをさせていただいて、岡垣社長とお話をして、すごい面白そうだなっていうことで、ぜひやりたいですっていうところから始まりました。輪島塗ってやっぱりこういろんな人に、知っていただいて、今後もっともっとたくさんの方に使っていただくことで、この伝統っていうのは継承されていくと思います。で僕らの仕事っていうのは、今のこう時代で昔ほど伝統工芸品を日本人が使わなくなってきたっていうところで、このまま進んでいくとおそらく輪島塗を知らないまま、使わないままっていう方もいらっしゃると思います。で、それだと、輪島塗の、伝統っていうのは継承されないと思ってます。たくさんの方が使ってくださって買ってくださることで、こう職人もしっかりと生活ができますし、もちろん僕らもこう生活ができるっていうところで伝統工芸は続いてきたと思っています。で、今回今までのこう伝統的な商品とは違って時計の文字盤だったり万年筆っていうところに輪島塗の技術を応用できたっていうところは、今までと違うお客様にアプローチをすることができるので、たくさんの方に使っていただくっていうところに同じミッションがあると思っています。漆の塗る時に一番こう技術的に大変だったなって思うのは、実はこの性質のシリーズで、シンプルなんですね。とてもでシンプルで模様がないので、例えばですけどごまかしが効かないというか、非常に綺麗に塗ってないと、すぐ、品質として良くないっていうのが分かってしまいます。で、綺麗に塗り上げる、もちろん手作業なんで、手作業で自然の、条件っていうのも非常に、重要になってくるんですけれども、その中でこう綺麗に塗るっていうのはすごい大変だなと思いました。本当にごまかしが効かなくて、条件を考えながら塗っていくっていうところが大変な作業だと思っています。結構明るい色の漆を塗る時が一番大変で、例えばですけど色を出す時は漆と顔料を混ぜて、色のついた漆を作っていくんですけど、同じ配合で混ぜても、湿度だったり、光の当たり具合だったり温度で、同じ色にならないんですね。で、例えば前回かなり鮮やかな明るい色で、お客様にお届けできたとしても、今回塗ったものが少し暗かったりするので、あまりにもこう差がある場合はやっぱり塗り直しになります。で、厳密に言うと一個一個同じではないんですけれども、やっぱり僕らもある程度こう、それぞれに個体差がないようにっていうのは気をつけて塗っているので、その僕らのこう職人の、技術と経験と勘で、どうにかできる範囲じゃないことが起きることが多々あるので、そこが一番大変かなと思っています。漆って何ですかってよく聞かれるんですけど、漆は塗料の一つだと思っていただければいいと思います。で、塗料なんですけれども自然由来の塗料です。なので、こう地球にも優しいし人にも優しい塗料なんですね。で、時間が経てば経つほど空気中の水分を吸って硬くなっていきます。漆は、例えばですけど湿度のない砂漠の中で塗ると全く乾かないです。
で Amazon のような、こう湿度の高いところで塗るとすぐに乾きます。それぐらい漆は水分が大事で、僕らは漆が乾くっていう表現をするんですけれども、実際乾いているのではなくて水分と反応して固まって強くなっていきます。なので万年筆もう完成はしてるんですけれども、ここから50年ほど時間をかけて空気中の水分を吸って硬く強くなっていきます。で、皆さんの手も水分があるので漆に水分が吸われて非常に持ち心地のいい万年筆になっていると思います。これが漆の塗料としての魅力で、あと他にも魅力を挙げるとすると抗菌性があったりですとか、やっぱりこう普通の科学的な塗料と違って奥深い輝きがあるっていうところが漆の魅力だと思ってます。なのでたくさんの方にこの万年筆を通して漆の質感であったりとか美しさを知っていただきたいなと思っています。漆自体は、他の国と日本の漆っていうところに、それほど違いはないのかなと思っています。漆の木も、例えば同じ地域で漆の木が育ったとしても、日光が当たりやすい場所だったりとか、湿度が高いところだったりとかでその木自体に個体差があると思います。で漆という原料を扱う上で一番大切なのはどのようにしてこう塗れる状態にしたかっていうところが非常に大切だと思っています。漆の木から漆は取れるんですけれども、その取れた漆をそのまま使えるわけではなくて、その漆の木から取れた漆のゴミをまず取り除いたりですとか、あと、精製といって水分を飛ばしていったりですとか、そういう作業が非常に必要になってきます。でまた、乾きやすい漆があって、乾きにくい漆があって、それをその時期に合わせてブレンドするっていうところも非常に大事な作業です。で日本の漆のメーカーが扱っている、漆を僕らは買うんですけど、日本の漆メーカーのすごいところはその技術が非常に長けているところです。で、僕らがこう塗る、時期だったりとか塗るものに合わせて漆を調合してくれるので、それは日本のメーカーが非常にすごいところだなと思っています。輪島塗は何が他の漆器と違うかって言いますと、目に見えない下地っていうところに非常に力を置いています。で、ベースがしっかりしているのでその上に漆を塗り重ねていくと強くなりますし美しくなります。また、輪島塗は下地から上塗りまで全部天然漆で行うんですね。そこも、輪島塗のいいところの一つだなと思っています。で、こうシンプルな器が好まれる傾向が今あると思うんですけど、輪島塗のすごいところは蒔絵とか沈金、あと、ロイロという技法でかなり華やかに、装飾することができるっていうところが輪島の、技術の面白さだと思っています。で、今回のこの、ペンも輪島塗のいろいろな技術が詰まっていて、他の産地ではなかなかできない、技法があったりするのかなと思っていますので、そこは自信を持って皆さんにお勧めできるポイントだと思います。